毎日を無駄に過ごしてる気がするな。今日ベッドから出るの辛いな。そう思ったことはありませんか？私も思ったこと何回もあります。人間として生きていれば誰でもそう感じることがあるんじゃないかと思うんですけれども、もしかしてこれはネガティブな思考に思えるんだけど、実はただ生きがいを求めているっていうサインなのかもしれないって私最近思うんです。日本語耳ポッドキャスト。日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話しています。中級から上級の皆さんに向けてデザインしていますが、どのレベルでも楽しめるような面白いテーマについて毎回話しています。日本語のリスニング力を鍛えたいという人や、日本についての面白い話をいろいろ聞きたいという人は、フォローまたはチャンネル登録をして聞いてみてください。皆さん、生きがいという言葉を知ってますか？多分ね、10年ぐらい前から、日本国外で流行って、生きがいについての本とかもたくさん出版されていたかと思うので、聞いたことがある人は多いのかなと思います。私もね、何年か前ですけど、ある時、ふと見たら家に生きがいと書いてある本がありました。これはね、私の夫が興味を持って買った本だったみたいなんですけど、私もなんか日本語の言葉がタイトルになってるなんて面白いなって思ったので読んでみました。その本はエクトル・ガルシアさんが書いた生きがい The Japanese Secret to Long and Happy Life という本でした。とても人気で、世界中で翻訳されているようなんですが、特にその本の中に書いてある図が有名だと思います。動画の方には、その図を貼っておこうかなと思うんですけど、その図っていうのはね、生きがいというものは何なのかっていうのを、図で表したものです。内容を簡単に口で説明すると、生きがいとは、1、自分が好きなこと。2、自分が上手なこと。3、社会が必要としていること。4、それによってもらえる報酬があるかどうか。この4つの要素がすべてクリアされているもの。それこそが生きがいなんだということを、この図では言っています。この4つの要素、どれか1つでも欠けていたら、それは自分の使命だったり、情熱だったり、仕事になってくるので、生きがいではないということなんですね。この図はその日本語の言葉生きがいについての図なんですけど、この図自体は日本発祥ではないので、私にとってすごく新しい考え方でした。すごい画期的だなって思ったし、こういう図があると生きがいを見つけやすくなりそうだなって思いました。ちょっと時間を作ってゆっくりこのことについて考えてみたんですね。この図について。でもね、なかったんです。私。生きがいが見つからなかったんです。この図に当てはまるような、なんか素敵なその生きがいっていうのが見つけられませんでした。好きなことはあるし、上手にできることもいくつかあります。例えば、私は美味しいワインを飲むことが好きです。でも、別にそれは上手とか下手なんてないし、ソムリエになれるほど詳しいっていうわけでもないし、だから、この図で言う生きがいにはなれないわけですね。じゃあ次に、私が上手なことって何かなって考えてみたんですよ。私結構整理整頓が上手なんです。自分で言うんですけど。なんか狭いスペースを無駄なく活用して、そこにできる限り最大限に物を入れるみたいなことが得意です。でもね、それも別にそれを仕事にして、社会貢献して、報酬をもらおうっていうレベルにまで、持っていけるのかって言ったらそうじゃないし、ただ自分の家をね、片付けるのが、そんなに苦じゃないっていうような話なだけであって、だからこれも生きがいとしてはダメでした。この図のね、考え方を使って生きがいが見つかったんであれば、もうそれは最高だし、別にこの本に対して文句を言っているわけではないんですけど、私の場合は、私のケースではちょっと見つけられなかったんです。で、見つけられなかったなって思って、ちょっと落ちてたのと同時に、え、ちょっと待ってと思って、生きがいってなんかそんな意味だったんだっけって思いました。
日本でこの生きがいという言葉は、普通に普段使いされるような言葉です。別に本とかなんか新聞の中だけじゃなくて、日常会話で使われることもあります。ここでちょっと意味を再確認したいんですけど、生きがいという言葉は生きる to live, to be alive というのと、解があるの解。英語で言ったら value とか worth というような意味になるものが、その2つがくっついてできた言葉で、生きる価値、生きていく理由とか、生きる上で欠かせないことみたいな意味があります。ちょっとこれ訳すのが難しい言葉なのかななんて思うんですけれども、会話の中で使われる例としては、ねえ、毎日何生きがいにして生きてんの？仕事終わりのビールかなみたいな感じです。ここで気づきましたか皆さん。この会話のように、その日本人にとって生きがいが意味するものっていうのは、とってもとっても小さな、なんか日常の一コマなんです。全然その先ほどの図には当てはまってないんですよね。実は、今この例として挙げた会話は、私が実際に昔誰かとした会話です。生きがいって何って知り合いに聞いたら、この答えが返ってきたんですよね。生きがいっていうのは、そんな大層なことじゃないんじゃないかなって思います。生きがいって案外小さいことじゃないっていうのが、本当に合っているのかどうかっていうのがちょっと私も自信がなかったっていうのもあるし、このポッドキャストのエピソードとして、皆さんにしっかりお届けするためには、ちゃんと調べてからお話をしたいと思っているので、それについて今回2冊の本を読みました。1冊目がこれです。茂木健一郎さんの The Little Book of 生きがいという本です。茂木健一郎さんというのは、脳科学者の方で日本人なんですけれども、原作がこの英語で書かれた本です。なので私も原作であるこの英語版を読んだんですけど、この本の中にはですね、日常に生きがいを見出し、幸せに長生きするための大切な要素というのは5つあると書かれています。1つ目、小さく始める。2つ目、自分を解放する。3つ目、調和と持続可能性。4つ目、小さいことに喜びを見出す。そして最後の5つ目、今ここを生きる。この5つです。生きがいっていうのはすごく小さなことだよ、みたいな部分に関しては、私もすごく納得いくところがあった本なんですけど、個人的に一番好きだなって思った部分は、クオリアについての話です。クオリアっていうのは脳科学の世界で感覚的な意識や経験のことを指す言葉だそうで、水の冷たさとか赤色の赤さなど、そういう意識的または主観的に感じたり経験したりすることの質だそうです。日本語はオノマトペが多いですよね。キラキラとギラギラって言ったらちょっと光り方が違うっていうのが、オノマトペがたくさんあるからこそ簡単に表現できて共有できるわけですよね。で、なぜ日本語にそんなにオノマトペが多いのかって言ったら、こういうクオリアについて、敏感に感じ取ることがとても大切だとみなされてきたからではないかっていう、お話でした。そしてその敏感に感じ取ることが小さいことに生きがいを感じるきっかけになっているということです。どうですか皆さん。日本語のオノマトペの多さにもうちょっと嫌気がさしていて、オノマトペなんてちょっと勉強しなくていいやって思ってたりしたんじゃないですか？実はそのオノマトペがあるからこそと言ってもいいのかな？より小さい物事に敏感になれて、そしてそれが生きがいを見つける、そして生きがいを感じるための手段になっている。そう考えたら、もっと今いろいろなオノマトペを知りたくなってきたんじゃないでしょうか。2冊目はですね、私のおすすめです。これです。神谷美恵子さんの生きがいについてという本です。これはね、深い本でした。私はまだ1回しか通して読んでないんですけど、もう1回読み直したい、読み直さなきゃいけないなって思うような本でした。神谷美恵子さんは日本の精神科医で、ハンセン病の精神医学的研究をされた方で、隔離されて生きる患者さんたちに寄り添いながらこの本を書いたそうです。
だから生きがいって言っても、私たちが今日話しているような、なんか好きなこと、趣味とかそういうような話じゃなくて、こんな理不尽な人生でも果たして生きる意味があるんだろうかっていうような、もっと深い部分から書かれた本でした。まず、生きがいという言葉が日本語っぽいとても曖昧な言葉であるとか、生きがいっていう対象と生きがい感っていうものがあるっていう話だったりとか、その生きがいを求める心っていうのは何なのか、そしてその生きがいを奪ってしまうものは何なのか、などなど、本当に興味深いテーマがたくさん取り上げられていました。私が個人的に重要だなと思ったポイントを、少し引用してお伝えすると、人間が生き生きと生きていくために生きがいほど必要なものはない。ある人にとって何が生きがいになりうるかという問いに対しては、出来合いの答えは一つもないはずだ。です。生きがいって生きる上でとても大切で、その生きがいというのは人それぞれ様々で、そこに決まった形はないということですね。そしてその後この本では、生きがいっていうのはどれも何かしらの、欲求を満たすものであると言っています。その生きがいが満たす欲求は7種類に分けられています。ちょっといっぱいあるんですけど、これを考えるとどんなことが生きがいになるのかっていうのがわかるかもしれないので、全部紹介したいと思います。一つ目、生存充実感への欲求。これは毎日の生活の中で感じるちょっとした喜びですね。さっきのビールの話だったりとか、美味しいものを食べた時とか、今日は天気が良くて気持ちいいなって思ったりとか、そういう小さいことです。二つ目、変化と成長への欲求。昨日の自分よりもちょっと成長したかもって感じられることですね。だから勉強とか旅行に行って新しいものを見たり経験したり、そういうような、自分の経験値みたいなのを広げていくこと。3つ目、未来性への欲求。これは夢とか目標、ゴールのことですね。これに向かって頑張るぞって思えるようなものです。4、反響への欲求。これはね、人とのつながりのことです。友達、家族、大切な人、そしてその誰かに必要とされてるなって感じることです。5、自由への欲求。自分がいるこの小さな世界をパッと広げてくれるようなもののことですね。なんかすごい人だったり、憧れの人に出会って、わあ、世界ってこんなに広いんだなって気づかせてくれるようなこと。そういうもの。推し活とかもここに入るんじゃないかなって私は思ってます。6、自己実現への欲求。これは自分にしかできない何かを作り上げる喜びのことです。絵を描いたりとか、料理をしたりとか、そう何でもいいんだけど、そういうクリエイティブな活動のことです。7、意味への欲求。自分は何かのために生きてるんだって感じられることです。これは誰かにお返しをしたりっていうのもこういうところに入るし、あとは自分が信じている考え方や宗教のために生きているんだっていうような、そういうような気持ち。自分の存在には意味があるって思えるようなことのことです。ちょっとたくさんあって分かりづらいかもしれないんですが、日常の中の小さな喜びとか夢とか希望のような将来に対する期待が持てることとか、周りの人に必要とされている感だったり、自分の中で何か達成感があること、そういうことが生きがいが満たしてくれている欲求なんですね。今7つ挙げた欲求全部を満たさなくてもいいんですけど、どれか1つを満たしていれば、もうそれは立派なあなたの生きがいですということなんですね。今日は生きがいについての考え方、生きがいが何かっていうような話を3種類ご紹介しました。ボリュームがあったと思うので、ちょっとまとめると、1つ目は冒頭の図ですよね。好き、上手、社会貢献、そしてお金になる。この4つが全部揃ったものっていうのが生きがいだっていう考え方。2つ目は茂木さんの本で、生きがいは日常の小さいことの中にある。そしてそれを今この瞬間に大切に味わうことっていうのが生きがいだっていうような考え方。3つ目は神谷さんの本で、生きがいには決まった形はなくて人それぞれである。そして7種類の欲求のどれかを満たしてくれるものだっていうような考え方。どうでしょうか？皆さんにとって何かしっくりくるものっていうのはありましたか？
私的に一番響いたのは、やっぱり生きがいっていうのは、人それぞれで、どんな小さなことでも生きがいになることができるということです。別にそれでお金を稼いでいなくてもいいし、人や社会のためにあんまり役に立ってなくてもいいんですね。自分が素敵、好き、楽しいって思える瞬間を提供してくれるものだったら、それはあなたの生きがいなんだと、私は思います。だから、その素敵っていうのを敏感に感じ取れるようになるためにも、日々小さいことに気づいていけるような心の余裕を大切にしたいなって思います。ということで、今日のテーマは生きがいでしたけれども、人生の中でも結構深くて大きなテーマになってくるものだと思います。皆さんが考える生きがいというものはどういうものですか？そして皆さんの生きがいっていうのは具体的に何でしょうか？コメント欄がもし皆さんの生きがいとかで埋まったら、なんだかすごい嬉しいですよね。なので、ぜひぜひコメントお願いします。このエピソードを作りながら、私の生きがいについてちょっともう一回よく考えてみたんですけど、結構いっぱいありました。私は日本語のレッスンをしていて、毎日生徒さんの上達を見ることができるので、それはすごく私の生活の中でも生きがいとしてあることだなって思ったし、あとはもう本当に小さいことですけど、庭にちょっとピーナッツを置いといたら、小さいなんか可愛い黄色い鳥が毎日食べに来るようになったりとか、そんなことが本当生きがいなんだなって気づかされました。その小さいことを小さいことだっていう風にしないで、これは生きがいなんだっていう風に思えるぐらい、大きいものとして受け取る。そんなことができたら、なんか毎日もっと元気にパワフルに過ごしていくことができそうですね。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。フォロー、チャンネル登録がまだの人はぜひサブスクライブボタンを押して、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね。